皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は今話題になっているベーシックインカムについて触れていきたいと思います。しかしこの話題は結構前からありまして、私の記憶ではリーマンショックによる大不況が日本を襲った時に耳にするようになったと思います。当時何を思っていたかというと、実現不可能だと思っていました。しかしいろいろなことが世界中で起きるのを見て考え方が変わってきておりまして、日本においてベーシックインカム制度は導入される可能性が出てきたと感じるようになってきました。しかし残念ながら某有名人が語っているようなパラダイスには向かわないと思っています。今回の動画はなぜそう考えるのかという内容になりますので、ぜひ最後までご視聴ください。この動画での話は、1、ベーシックインカムとはどんなシステムなのか。2、これは人類にとってハッピーなことなのか。3、具体的に私たちに降りかかることはどんなことかについて話を進めていきたいと思います。ベーシックインカムについての詳細は他の多くの YouTuber が説明してくれていますので、その詳細については割愛します。この動画ではただの社会制度の変化という問題にとどまらない話をしていきたいと思います。こうして動画を作成し情報を発信するためには、今世の中で起きているいろいろな情報を集めて仮説を立てながら考えることになるのですが、今回取り上げるベーシックインカムについては、いよいよ私たち庶民に地獄のような状況が生まれるなというのが実感です。ベーシックインカムが悪いというよりも、そのような選択を国民がせざるを得ない状況、前段階が問題だと思います。これからどのように生きることが幸福度の向上につながるのかが各自に与えられた試練、テーマかもしれません。この動画を通じて皆さんが考察することにお役に立てることができたら本望です。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回はベーシックインカムについて考えてみたいと思います。皆さんはどのように考えていますでしょうか。この動画を作成するにあたっていろいろと情報を当たってみましたが、そもそもベーシックインカムを推奨している人たちが怪しすぎると思いました。その人たちは社会的立場は高い人たちですが、お注射も推奨している人たちだということが分かった時点で、ベーシックインカムというのは間違いなくろくでもないシステムだと確信してしまいました。乱暴な考え方かもしれませんが、私はこういう直感というものを大事にしています。なぜ彼らはベーシックインカムを強く推奨するのでしょうか。ここでベーシックインカムについてあまり情報をお持ちでない人のためにざっくりと説明しておきますと、ベーシックインカムとは年齢、性別、所得水準などに関係なく、全ての国民や市民に一律の金額を恒久的に支給する基本生活保障制度のことで、例えば国民全員に毎月7万円を支給するといった仕組みがベーシックインカムでよく言われる説明です。メリットはというと、貧困解決や対策につながる、少子化の解消が期待できる、労働環境が改善される、多様な生き方が可能になるということですが、それぞれ補足すると、貧困解決や対策につながるということについては、最低限の生活費を得られることになりますので、働いていても生活が苦しく、年金などの社会保障を受けられない層も受け取ることができますし、さらにプラスで労働による収入を得ることができますので、生活にゆとりのある人々が増えることが期待できます。少子化の解消が期待できるというのは、少子化問題の大きな原因は経済的負担が大きいというものがありますので、安心して子供を持つことができるようになると期待されています。そしてベーシックインカムは個人に支給されるので、子供であっても対象となりますから、子供を産むことで収入が増えるということになります。労働環境が改善されることについては、無職期間でもある程度の収入が期間限定なしで保障されることでセーフティーネットとして機能します。多様な生き方が可能になるということについては、毎月一定額の現金が得られれば、フルタイムの仕事に縛られることなく、副業、フリーランス、学業と仕事の両立、夢を追うなどお金の心配をせずチャレンジできます。家庭環境や健康状態などに何らかの事情を抱えている人は、無理な働き方をする必要がなくなるということです。デメリットは、財源確保が難しいとされている、労働意欲低下につながるという指摘があるということが代表的なものとなります。財源確保が難しいというのはよく議論がなされているところで、国民全員に一定額を支払うわけですから相当な金額となります。
国民年金の満額支給額である約6万5千円を国民全員に配るとなると、約100兆円という金額になります。国家予算が約120兆円弱ですからかなりの金額となりますが、そうなると年金は廃止、健康保険をはじめとした社会保障は一切なくせばどうにかなるかという感じでしょうか。どんな解決になるか今の時点では不明です。労働意欲の低下については、何もせずに生活できるのならわざわざ働かなくていいだろうとか、最低限の収入が得られるなら努力して人より優位なポジションを守る必要はないという感情を芽生えさせるという見方があるためデメリットとして言われています。どうでしょう、皆さんはどのように感じましたでしょうか。またもや耳障りの良い言葉でうまく取り繕っていますが、非常に危険に満ちた提案だと思います。国を運営する指導者層たちが額面通り私たち庶民の幸福を実現してくれるのなら良いのですが、そんなに甘くはありません。これは憶測で物を言っているのではなく、世界経済フォーラムダボス会議ではっきりと公言していることから分かります。もはや世界の国々は主権国家という枠組みではなく、世界経済フォーラムというまるで世界政府のような機能を果たしている機関が決めていることに追従していますから、注目する必要があります。世界経済フォーラムで提示されている2030年までの世界とは、1、人々は何も所有しない。物品は無料であるか、あるいは国から貸与されなければならない。2、アメリカはもはや主要な超大国ではなく、少数の国が支配するだろう。3、臓器は移植されずに印刷される。4、肉の消費は最小限にまで抑制される。5、人々の大規模な移動により数十億人の難民が発生する。6、二酸化炭素排出を制限するために価格は世界的に法外なレベルに設定される。7、人類は火星に行きエイリアンの生命を見つけるための旅を始める準備をすることができる。8、西側世界の価値は限界点までテストされるだろう。ということでよくわからないこともありますが、特筆すべきは私有財産を認めないというところだと思います。これは前回動画で取り上げた預金封鎖に伴う財産税の導入につながるのかもしれません。このベーシックインカムについてはフィンランドで2000人の失業者を対象に2年間にわたって試験が行われており、デメリットと考えられている労働意欲の低下は見られなかったとの報告がされていますし、国民アンケートでも 46% が賛成しているといいます。それにしてもベーシックインカムのメリットである貧困の解決、少子化の解消が期待できるというところにはかなりの違和感を感じてしまいます。というのは、そもそも日本だけでなく世界中の庶民を貧困化させてきたのはグローバリストたちが結集する世界経済フォーラムでなかったのではということです。そして少子化について言えば、ベーシックインカムによって経済的不安がなくなれば子供を持つ夫婦が増えると言っていますが、そもそもお注射によって例年と比較してこの世からいなくなった人の数が急増している。つまり子供を作ろうにも大人がこの世からいなくなる数が急増する政策というか、犯罪を犯しているのに何を言ってるのかと思ってしまいます。さらに大人だけでなく出生率の低下が先進国の多くで言われ始めております。各国の出生率の低下を確認すると、オーストラリアが突出して出生率が落ちています。すべてお注射が原因とは言いませんが、これが何を意味しているのか考えなければ、これから起きる世の中の変化への対処が遅れると思います。それは当たり前にある仕事にも影響してきますよね。オーストラリアのケースを見てみると単純に出生率が 67% も落ちているわけですから、赤ちゃん産業の新生児対象の売り上げは 67% 落ちるわけですよね。世の中はバランスの上に成り立っているわけで、これがどのように影響を及ぼすのかというのは、把握している情報を組み立てて予想するしかないのですが、大変なことになると思います。もちろんこれは日本においても例外ではないわけで、分かりやすい現象で言えば、今体調を崩して番組を休んでいる芸能人の多さにびっくりしますよね。そういった現状を踏まえ、労働環境が改善されるというメリットについても一言言いたくなるわけです。グローバリストたちが仕組んだ政策によって正規雇用よりも非正規雇用が多くなりそうな勢いとなっていますが、派遣切りという合法な首切りをして無職になりやすい環境を作っておいて、無職期間でもある程度の収入が入ることでセーフティーネットとして機能すると言いますが呆れてしまいます。ベーシックインカム制度が採用された場合、生活保護もなくなりますから、派遣切りなどで仕事を奪われてしまい、その後仕事が見つからないとなると、現在の生活保護よりも少ない収入で生きなければならない可能性もあるということで、これらのリスクは非正規雇用者に限ったことではありません。
今後 AI が経済に及ぼす影響は計り知れないほど大きいと予想され、単純な作業はロボットに置き換えられ、弁護士、コンサルティングなどの専門職も AI にとって変えられていくので、仕事を奪われる、もしくは収益がなくなる仕事も増えることになるでしょう。それらを進めているのも世界の支配者層ですから、庶民の生活を安定させる方向で動いていないことは間違いなさそうです。AI 技術のメリットは庶民が享受するよりも、そのほとんどが大企業の利益を優先するためのものであり、監視社会を作り出す上で利用されることになりそうです。仕事を追われることになった時にベーシックインカムでいくらもらえるか定かではありませんが、例えば月7万円もらえることで社会のセーフティーネットになるのでしょうか。医療保険も全て実費となるわけですから、病気になっただけで一気に生活はどん底に転落すると思います。一方で体調が悪くなるようなお注射を打つことを推し進められており、情報弱者、平和ボケしている人たちは、さらに新たなお注射を推進されたものを打つわけですから、全く恐ろしい話です。良い情報もあります。こういった世界規模で行われている詐欺に対して気がつき、国民が動き出している国もあります。例えばドイツではマスコミが国民に起きているお注射による様々な弊害に対して報道を始めており、お注射への疑問が湧き上がっています。その傾向は日本においても見られ、CBC テレビで特集されている流行り病のお注射のよからぬ反応に対する問題に関する調査報道が第60回ギャラクシー賞の入賞を果たしました。この番組の内容についてご存知の方も多いと思いますが、大石邦彦アナウンサーがお注射後の体調不良に苦しむ人を取材するという形で何が起きているかの報道をしており、マスコミとして良い仕事をしているわけですが、こういったことを外部からの圧力を受けずに報道できているということは、その裏では何かが起きているということは明らかでしょう。普通ならできません。これは極端な例としておなじみのお隣の国の香港で起きたアップルデイリーという新聞社を国家が廃刊に追い込んだ例を見ても明らかで、都合の悪い報道をすることに対して外部圧力があるわけです。一党独裁になるとどうなるかの良い例として対岸の火事ではなく、日本においても民意が反映されない国会が実現した時には、今以上に報道規制が間違いなく起きることでしょう。CBC の報道やドイツで起きていることは、ろくでもないことを計画実行している輩たちに何か異変が起きていると私は考えています。何によってそのような動きになったのかですが、それは間違いなく国民が気づいたからだと思います。圧倒的大多数の庶民に情報を隠し続けるということに力を注いでいるということは、裏を返せばその力の巨大さを知っているのは、皮肉にもろくでもない輩なのかもしれません。この動画が視聴者の皆さんが今後の難局を乗り越える上で役に立つ情報になってくれればと思います。いかがだったでしょうか。今回はベーシックインカムについて情報をシェアしましたが、どのように感じましたでしょうか。ぜひコメント欄にてシェアをお願いします。私はコメント欄の書き込みによって多くを学んでいますので、ぜひよろしくお願いします。誹謗中傷のコメントは不要であり、意見の相違は大歓迎です。この制度は間違いなく日本に導入されることになると思いますし、そうなった時に私たちが直面することは楽園ではありません。導入するメリットとして挙げられている全ての項目に対して前提状況が間違っているため、メリットはデメリットと考えてもいいかもしれません。何よりこの制度が導入される段階では、私たち国民には物価高、食料不足、企業の倒産続出という現実を突きつけられている状態で、さらに生活困窮者、ローン破綻者が増えているという恐怖の中で、毎月何もしなくても一定金額を国から支給しますがどうしますかという国民投票が行われた時に、かなりの割合で賛成となるでしょう。そのための恐怖を今、そしてこれから植え付けられていくと考えられます。では私たちはどうしたらよいのでしょうか。ベーシックインカムが導入されると、一番厄介なのは医療保険がなくなることではないかと思います。抱えている疾病によってはとんでもない医療費が請求されることになります。医療費が実費であるアメリカでは盲腸の手術で700万円くらいかかるそうです。意味が分かりませんが、手術のグレードによってピンキリだそうです。なので民間医療保険に入ることになるわけですが、その保険料がかなり高いです。家族4人で月額10万円から15万円の支払いとなっています。そうなると、疾病で働けない人はベーシックインカムがあっても足りないことが予想され、病気なのに医者に行けないというまるで発展途上国のような状態になるかもしれません。そんなことを国がするわけがないし、野党も黙ってないというかもしれません。しかし現在の日本の状況は、
ほとんどの国民が平和ボケ状態です。野党を後押しする気配が感じられません。それに値しない状況ということもあるかもしれませんが、それも国民の意識次第だと思います。人というのは目の前で何か起きないとわからないわけですが、ことが起きて慌てた状態で冷静な判断ができるわけがありませんから、政府から提示される救いの手という名の悪魔との取引をしなくてはならなくなるでしょう。なので今のうちに計画を立て、例えば歯の治療を進めておくなどをしておかないと大変なことになると思います。まだまだお伝えしたいことはありますが、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。とにかく生き延びることに集中しましょう。そのためには何度も言いますが、食料備蓄です。間もなく時間切れとなってしまいます。物不足は一気に来ますから、気を引き締めていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。